さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もう簡単にもう混ぜるだけのブルーベリーアイス、こちらの作り方を紹介したいと思います。最後まで見て作り上がってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ材料のブルーベリーなんですけど、これ今冷凍状態のブルーベリーですね。で、これ今袋に入ってて、これ加熱しても大丈夫な袋に入れてもらって、この後レンジで加熱していきます。で、少しだけ穴開けといて空気が逃げるようにしておいてください。で、もし袋なかったら全然耐熱のボウルとかでもできるので、それで加熱しておいてください。この後加熱していきます。はい、これ今加熱終わったんですけど、全然熱いわけじゃなくて、ちょっとこう握って潰せるような硬さにしたって感じですね。で、袋の中でこうやって軽く押すだけで見てください。めちゃくちゃこうジュース出てくるので、冷凍したブルーベリーっていうのは結構重要です。それで指でこうやって潰していってください。はい、これ今潰したんですけど、これ潰し加減とかも全然好みで、もっとフードプロセッサーとか使ってもう細かくしても全然いいんですけど、もう加熱してこうやって手でやった方がちょっと果肉感も残るので、これおすすめです。この後はチョコレートを溶かしていきたいと思います。はい、これホワイトチョコレートに生クリームを入れて、でこれラップをしてもらって 600W のレンジで加熱していきたいと思います。はい、これ温めてたやつですね。チョコレートしっかりここで混ぜて、でもし溶けてなかったらもう一回追加で加熱してください。はい、こんな感じの、チョコソースみたいな、練乳みたいな感じですね。で、ホワイトチョコレートって材料がカカオバターと粉乳と砂糖でできているので、砂糖を追加する必要が全くなくて、かつこれ粉乳ですよね。だからミルク分が強い濃厚なアイスができます。で、カカオバターが入っているのですごい口どけがいいので、実はホワイトチョコを使いたいんじゃなくて、その材料を使ってるっていうのが考え方ですね。原料ですね。原料を使ってるっていうのが考え方です。こんな感じに用意しておいてください。はい、これ残りの生クリーム泡立てるんですけど、このままやっちゃうと結構飛び散るので、これラップですね。ラップをここに貼って、でこのミキサーの部分だけはちゃんと入れといて、絡まないように気をつけてください。これで泡立てると飛び跳ねなくなるのでおすすめです。泡立てていきます。はい、いい感じにできました。ちょっと外して、結構ボソボソの感じにあります。この硬い感じに泡立っちゃって大丈夫です。もうこれ以上やったらバターになっちゃうんじゃないかぐらいしっかり泡立てた方が口どけよく作れますので、これぐらい泡立ててください。はい、こっち側がしっかり立てた生クリームですね。でここにさっきのチョコレートを入れていきます。はい、今これ入った状態です。でこれしっかり混ぜちゃって、もうただただ混ぜれば大丈夫です。ただね、混ぜても全然潰れなくちょっとふわっとしてるんで、結構それがポイントです。はい、こんな感じですね。そしたらここにブルーベリーを入れていきたいと思います。はい、さっき手で潰したブルーベリーですね。全部入れていきます。はい、入ったらこれを全部混ぜていってください。結構いい感じにできてます。はい、これ流したらラップをしてもらって、これ冷凍庫に入れて固めるだけなんですけど、途中で混ぜる必要全くないです。生クリームをしっかり泡立ててるので、その分空気が入っているので、もうそのまま冷凍しておいてください。このまま入れておきます。さあ、固めといたやついい感じに固まりました。これを仕上げていきます。はい、これもう一個アレンジなんですけど、これブルーベリーを入れるタイミングを全然違くしたもので、こっちは白いやつを作ってからブルーベリーを流してちょっとこう軽く混ぜてマーブルにしたものです。例えばチョコチップとか他のフルーツとか入れたりもするのもできるので、これも参考にしてみてください。
さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。美味しそう。これはうまい。これはめちゃくちゃ美味しいね。毎日ブルーベリー食べてるから最高。さあポイントの差ですね。これ今回こう全部混ぜたんですけど、全部混ぜなければマーブルにもできちゃいます。でマーブルにする場合も今回フルーツ入れたんですけど、それをジャムに置き換えても全然できちゃうので、そのアレンジ方法も概要欄に書いておくのでぜひ見てください。ブルーベリー以外にもチョコチップ削ったりとかクッキー入れたりとかも全然できるので、そのアレンジも試してみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。